大学で電磁気学を学ぶと、なんだか抽象的な場の話ばっかり出てきますよね。でも、高校で習った抵抗とかコンデンサーみたいな手で触れる部品と一体どうつながってるんだろうってそう思ったことありませんか？今回はですね、その大きな疑問にバシッと答えていきますよ。さて、電磁気学にはこんな風に大きく分けて2つの世界があるんです。この図の真ん中、水色のところ、これは空間のあらゆる点に存在する電場とか磁場みたいな目に見えない分布量の世界ですね。これまでの講義では主にこの部分を扱ってきました。で、今度はその外側、ピンク色の領域です。つまり僕たちが実際に手で触れる積分値の世界へとお話をつなげていくわけです。今回の目的はこの抽象的な世界とすごく実践的な世界との間にしっかりとした論理の橋を架けることなんです。その橋を架けるための鍵は一体どこに隠されているのか、一緒に探っていきましょう。よし！じゃあまずはこの2つの世界がそもそもどう違うのか、その本質的なところをはっきりさせておきましょうか。片方はそうですね、天気図みたいなもんです。空間のあらゆる場所で風の強さとか気圧が違う、そういう場の世界。で、もう片方は部屋全体の平均温度みたいに一つの部品を代表する、たった一つの値で表す世界。これ全く考え方が違いますよね。この2つをどう結びつけるか、それが今回の大きなテーマになります。この全然違う2つの世界をつなぐための秘密の鍵。これがですね、実は導体に隠されてるんですよ。電場とか磁場が導体っていうものに出会ったとき、そこで一体何が起きるのか。まずはそこから見ていきましょう。この動き切った状態ってどういうことかっていうと、導体の中にある自由電子がですね、電場から力を受けて、もうこれ以上動けないっていうところまで移動しきってピタッと落ち着いた状態のことなんです。この安定した状態になるとすごくシンプルで、それでいてものすごく強力なルールが生まれるんですね。ここがめちゃくちゃ大事なポイントなんです。電子が動き切った結果、導体の内部では電場がプラスマイナスゼロになる。だってもし内部にちょっとでも電場が残ってたら電子はまだ動き続けますからね。つまり全ての電気的な現象はこの導体の表面にぎゅっと押し出される形で起こるんです。そしてその表面で何が起きるのかをズバッと表しているのがこの境界条件っていう式です。この式が言っていることって実はすごくシンプルなんですよ。導体の表面から垂直に飛び出してくる電場の強さ、つまり電速密度 d の大きさはその表面にいる電荷の密度 πs と全く同じ大きさですよと。ただそれだけ。このたった一つのルールがここから全てを変えていきます。さあ、じゃあこのたった一つのルールをブロックみたいに組み立てて、僕らがよく知ってる電子部品、特にコンデンサーがどうやって作られていくのか、その設計図を覗いてみましょう。まず、プラスの電荷、ロー S を持つ無限に広い板を1枚置きます。そうすると、さっきの境界条件から、その両側に上向きと下向きの電場 D ができます。大きさはそれぞれ電荷密度の半分、2分のロー S ですね。で、ここに今度はマイナスの電荷、マイナスロー S を持つ板を重ねるとどうなるか。ここで使われるのが重ね合わせっていう物理のすごくエレガントな考え方なんです。このスライドで注目してほしいのは板の外側です。プラスの板が作る上向きの電場とマイナスの板が作る下向きの電場がお互いに完璧に打ち消し合ってゼロになってるのがわかりますか？その結果、電場は板と板の間にだけきれいに閉じ込められる。これこそが平行平板コンデンサーのど真ん中の原理なんですね。で、ここからが面白いんですけど、全く同じロジックが磁場の世界にも当てはまるんですよ。電場を作ったのが電荷だったのに対して、磁場を作るのは電流。この美しい対称性、物理では相対性って言ったりしますけど、これこそが電磁気学の面白さであり、本質なんです。このスライドはその対称性を一発で示してくれてますね。左側ではプラスとマイナスの電荷のシートを重ねて一様な電場を作りました。それに対して右側では手前向きと奥向きの電流のシートを重ねることで
全く同じように一様な磁場を作ってるんです。これをくるっと円筒状に巻いたものが僕らがよく知るソレノイド、つまりコイルになるわけです。さあ、いよいよ橋の向こう岸に到着です。ここまで作ってきた理想的な場の世界から、おなじみの C、静電容量、L、インダクタンス、R、抵抗っていう具体的な回路の値に変換していきましょう。これが今回の話のクライマックス、一番のなるほどポイントです。実は C、L、R といった回路の値っていうのは、物質が持っている性質をある決まった形の中で空間全体で全部合計したものに過ぎなかったんです。例えば静電容量 C。これはその部品を構成している物質がどれだけ電場を蓄えやすいかっていう性質、つまり誘電率エプシロンを部品の隅から隅まで全部足し合わせたものなんです。積分って聞くと難しく感じますけど、要は合計するっていう作業のことだとここでは捉えてください。インダクタンス L も全く同じロジックです。今度は物質がどれだけ磁場を通しやすいか、作りやすいかっていう性質、透磁率 μ を部品全体で合計したものが L になる。考え方は C と全く一緒ですよね。そして最後の抵抗 R ももうお分かりですね。物質がどれだけ電気を流しやすいかという性質、導電率シグマを部品全体で合計することで、その部品の抵抗値が決まる。つまり C も L も R も全部物質の性質をある形で合計したものだった。ただそれだけのことなんです。この表が全てを物語っています。左側の僕らが普段使っている回路の値、これは右側にある物質の基本的な性質、イプシロン、ミュー、シグマを特定の形で合計したものに過ぎなかった。このシンプルな対応関係こそがあの2つの世界をつなぐ橋の正体だったわけです。さらに面白いのが、エネルギーの式の形までそっくりなこと。コンデンサーに蓄えられるエネルギーは電荷 Q と電圧 V のペアで決まって、コイルの方は時速 φ と電流 I のペアで決まります。この Q と V、φ と I は強約な関係って呼ばれてて、結果としてエネルギーの数式もすごく似た形になる。ここにも電場と磁場の美しい対称性が見て取れますよね。さあ、これで橋はかかりました。でも、ただ話を聞いただけじゃ、まだ自分のものにはなりませんよね。この知識をどうやって本当に自分の血肉にしていくか。本当に理解したかどうかっていうのは、動画を見て分かった気になることじゃ測れません。本当の理解っていうのは、何も見ないで、まっさらな紙に自分の頭の中だけで、この論理のつながりをゼロから再現できるようになったとき、その時に初めて得られるものなんです。今日僕と一緒にこの橋が架けられていくのを見てきました。さあ、次はあなたの番です。この橋をあなたは自力で再建できますか？ぜひ挑戦してみてください。